こんにちは。大学の翔也です。前回にヒノキの壁が貼れましたんで、今回はテレビ棚、そして3段の収納棚ですね。今度は節張りで作っていきたいと思います。今回はテレビ棚と収納棚、普通の収納とテレビ棚作ってもね、面白くないんでね、なんかちょっと変わった材料で作っていきます。これ立てるんなんかここにも欲しい感じする。ここか？めっちゃ引っ掛けるやろがほんま。ここやろ？ここ立てるね。ほらもう引っかかったんやんけ。ちょうど1年前にね、クソヒノキのローテーブル作ってみたんですけども、その時にね、階段1セットほどこの材料を買ったんですね。耳付きの板が結構あるんで、耳付きのまんまで収納棚とテレビ台を作っていきたいと思います。最初にクソヒノキを買った時ね、階段台で買ったんですよね。耳付きの幅広い板を親板にして、そして9寸に引いた板がありました。これを段板にして山小屋風になんかかけるのが流行ってる、そう聞いたんですけども、その時に一組ぐらい持っとってもいいかなと思って加減に買ったんですけども、やっぱしね、ローテーブルも作ってみましたけども、使い道正直なかったです。やはりね、物がクソヒノキですからね、やっぱ違います。削ってもね、艶が出ますしね、何より大きな節がきれいに削れるということですね。そして年輪が細かいです。基礎はね、長野の山奥の寒いところですよね。そこで育ちが悪いんですよね。年輪が細かくなる。年輪が細かいほど値打ちがあるって言われますけども、育ちが悪いんですね。今ラブってるこの番でね、200本ぐらいは年輪あるんですね。癖の悪い木ってね、全然使えませんけども、育ちの悪い木って値打ち物なんですよね。クソヒノキ、屋久杉なんか代表的ですよね。日本一のヒノキ材って言われるのはそういうとこから来てるでしょうね。まず材料を全部仕上げてしまいます。また狂いが来てね、削りにくくなったんでは大変ですから、とにかく手軽なで仕上げてしまいます。寒いところの木ですから硬いんかなって最初は思ったんです。でもうちらのヒノキとか吉野の木とかそんなんともう全然違うんですよね。木全体に粘りがあって、そして節が硬いのは硬いんですけども割と柔らかいんですね。カンナが通るんですよね。うちらのヒノキですとちょっと調子が高かったらもうカンナカチンと止まってしまいますよね。でも基礎だけはシュッとカンナが通ってくれるんですよね。これにはもう感動しましたね。正直ね、自分も去年まではね、基礎のヒノキなんか使ったことなかったんですけども、一回使うとね、道具あたりが忘れられないほどなんかいいんですよね。でも節張りの耳付きですからお手頃な値段で取引されてるようですけどね。まず収納の棚を作っていきます。収納の棚は両脇に9寸幅の板を2枚かけていきます。そこへ耳付きの棚板を3段かけてやろうと思います。ですからこの両側だけは直紋ですね。まっすぐな板を立てて、そこに棚板を放り込んでいきます。なかなかね、棚板だけをつけようかなと思ったんですけど、正直止めようがないんですよね。棚板を最初に作り付けでつけて、その間を壁板を張っていく仕事がややこしくなってしまうんでね、全部壁を張って、そこへ棚は棚板として後から取り付ける、そういうような形でやっていきます。
両側の縦材に棚板を折り込んでいきます。本当にね節だらけなのでね、3段にどこへどう持ってってもこの節が入ってしまうんですね。節にうまく掘れるかなと思ったんですけど、なかなかね長さがもういっぱいでしたからね、いくつかはこの節に当たってしまったんですけども、割とこの刃物切れがいいんでね、思ったよりなんとかなりましたね。やはりね基礎は節が柔らかいよって言っても、節は節ですからね、節をのみで叩き切るっていうのは躊躇しますよ。ですからね、一回りも二回りもこの小さいのみでね、もしかけた時に細いのみですとすぐ直せるんですよね。ギリギリの幅広いのみでガバッとかけた場合はもう直すのに大変ですから、ノコメをもう何本か入れて細めののみで書いていきます。被害をね最小限度にとどめるってことですね。それでは縦枠を止めていきます。縦枠は棚板を掘ってありますから、掘ってある穴からビスを揉んでいきます。上と下はねやはりこのビス揉むと見えますから、上と下だけに少しボンドをつけて寸針で壁板にしつけていきます。今度は棚板を入れていきます。棚板はねなかなかこの長さをきちっとつけるのは難しいと思うんです。これだけの幅をこう持ってって入れるまでに角が当たってね、ヒノキの板が傷つくんですよね。ですから少しだけ長さに余裕を持たします。そしてこの長さとね切り替え機の長さがちょっと違うんでね、この一枚一枚測って深さと幅とそれを合わせて切り替えていきます。後ろも耳付きのまんま入れてきます。壁に後ろはピタッとひっつかないってことです。その方が物を置いたり他の機械も置きたいですね。幅を目いっぱい欲しいですし、後ろに線を通したりねする時にもデコボコの耳のへこんでる部分から電気もさせるかななんて思ってるんですけどね。こういう耳付きの板はね、本当はこの耳は触らないのが本当は鉄則なんです。触れば白くなります。樹皮のままね綺麗な黄色い色でいるといいんですけどね、古い皮が残ってますと取れないんですね。正座するまでの工程でね綺麗に皮をめくってあればこんな手間はいらないんですけどね。今回のこの3段の棚板は固定はしません。糊もビスも一切止めません。きちっとはめてやれば自然と狂ってきます。狂ってねじれてくれば掘った穴に硬くなるんですよね。多分きちっとこだわってくれてると思います。そしてもしこれを取り外してまた他のことに正面使おうかなと思う時に楽かもしれませんしね。そういう意味で今回は棚板3段は固定はしません。
ここで回り打ちはばきを取り付けておきます。ようやくテレビ台の出番ですね。このテレビ台は少し斜めにしてやろうと思います。最初のテレビ台はね、正面に対して平行に右側にありました。部屋に置くソファーを縁側の方に持ってきたいんで、30度ぐらいは振ってやりたいなと思うんですけど、テレビ自体は薄いんですけど、やっぱ足が出てますからね、足の位置でもうテレビの位置が決まってきます。なかなか難しいですね、こういうもんってね。これでテレビ台の角度と位置が決まったんでね、最初の1段目のこの棚板にテレビ台を引っ掛けてきます。最初はね、これ横ほどで結構入れてやろうかななんて思ってたんですけどね、ちょっとやっぱ大変かなと思って、これもね一つの妥協ですけどね、正直芋付けでつけてきます。最初に入れた棚板を少しだけ書いてやって、そしてこのテレビ台の丸みの癖を開ってね、横に差し込むような形でドンとつけていきます。でもなかなかね、寸法を出すのがねちょっと厄介なんですけどね、でも芋助の方が綺麗にひっついてくれますよ。テレビ台を勾配に切るときにね、5分だけ長く切ります。その切れ端で伏せを移します。こういう直当たりっていうんですけども、絶対に現物で伏せを当てないとね、ひっつけることはできないんですけど、この耳付きって自然と上が丸みが帯びてますから、下の幅より上の幅のが少しだけ狭くなってる。そのことでこの下から持ち上げるようにしてはめ込むっていうことができるんですね。仕事自体は芋付けでピシッとひっついても、今度は固定するっていうのはそのままではじっとしてませんから、裏からビスで留めてやります。で、裏はもう見えませんから、テレビ台の方に割と深めにね、しっかりとビス彫りしてあります。テレビ台をつける前にテレビ台を受ける柱、塚ですね、それを切っていきます。これももう上下芋付けで切ります。その切り方ですけども、画用紙を直角に切ってあるだけです。これをきれいに小口の方を揃えてやってテープ貼ります。そしてそれをなぞってやれば、もう本当にきれいに丸太は上下平行に切ることができます。わざわざ芯積みつけて回して切ったりね、そんな難しいことしなくても、特にこういう短いもんをスカッと平行に切って垂直に垂れてやる場合は、画用紙のようなこういう厚めの紙でね、平行な切り口ができますね。これでやっとテレビ台が取り付けられます。棚との取り合いはね、ボンドを塗ります。そして壁にはテレビ台一切止めません。塚にちょんと乗ってるだけです。そして切り替えた穴が下の幅が広くなってますから、下の方から上げるようにしてはめ込みます。そして裏からですね、しっかりとビスを留めてやります。やはりこのビス留める時でもね、ビスをできるだけ水平に揉みたいんですよね。少しぐらいのビス彫りですとなかなか揉みにくいですから、ちょっと深めに彫ってやるとビスはきれいに引き寄せてくれます。
で手前の塚の方も床とテレビ台に1本ずつビスを揉むだけです。それでまず動くことはありませんね。これで収納棚とテレビ台ができましたね。今度はもともとあった神棚を新しくしていきます。神棚ってなかなかね決まってるわけではないんですけども、厚みは板が振るわない程度にあれば本でいいんです。問題は幅なんですね。絶対に幅は一尺二寸360は欲しいってことなんです。それだけないと館を置いて、そして前に飾り物ができないんです。1枚の板でしょって思うと最小限360の幅がいります。でそれをヒノキの壁ができてますから、壁にトンとついたような状態でつけていきます。そして神さん棚のもたしですね。このもたしが一番神さん棚で難しいんじゃないですか。人によってね、神さん棚の正面にもたしが来ます。今回はこの横に打ちますけどね、どちらが正解っていうことはないんですけども、自分はできるだけ棚板の側面、小口の方に打つようにしてるんですけど、2本打つ場合は正面はかっこいいですけどね、一方の場合は少しだけ神さん棚の板の分だけ書いてあってね、そしていつも止めるんですけど、今回はねちょっとだけここへね飾りをしてやって、そして取り付けていきます。神さん棚って宝くじを買って置く場所が神さん棚、そういうことだけに使ってはダメなんですけども、昔から自分の屋敷を見守ってくれてるっていうのが本屋にある鬼瓦ですよね。ですから鬼瓦って屋敷が見えるように下向いてますよね。神さん棚の上にある館、神さんはこの家の中の家内安全と健康を見守ってくれている、そういうふうに言われてますよね。それが鬼と神さんの両方に守ってもらってる。日本人はそういうふうに昔から言いますよね。宝くじ置き場だけではなく頭下げないとダメですね。これで神さん棚できましたね。では最後におまけでね、帽子掛けやっていきます。何年か前にね、変木の丸太、それを立てた時の切れ端がまだ残ってました。もう割とまだ色も変わってませんしね、これを枝のついてる方だけを残して半丸にしてやります。で半丸状態で壁にしつければ帽子掛けになると思います。なかなかねこれ丸のこで割るってことはできないんで、電気ガンナーでね半分になるまで削り落とします。5回や10回で半丸にならないんですけど、何十回かけてね半丸にします。シンプルにこれは引っかかるしな。使えんやんどの道。危ないなこれな。絶対当たる。それでは帽子掛けを取り付けていきます。正面からビスで留めるしかないんですけども、先ほど長さを切った切れ端にもね枝が2本ついてまして、この太さに合わせてね合う切りを探して、そしてその切りを揉んでやって、その中からビスで留めていきます。ビスで
揉んだ後にこの枝を叩き込んでやればちょっと生えてきたのとはね根元が違うんですけど、まあ枝として見られてリスで止められる、一石二鳥かな、これしかないかなと思ってこの方向で止めてきました。丸くペーパーで蹴ってやってね、帽子だけでなくね、いろんな小物もかけることができるんじゃないかな。まさかこれでデコは打たないでしょうしね。これでテレビ台収納棚ができました。無地の板にね、このヒノキの節ありでテレビ台と棚を作ってみました。で帽子掛けも作って、もちろん元々の神さん棚も設置しました。これでね、変化のある棚になったかなと思います。この現場もようやく終わりました。だいぶ仕事が一番最後になって恥ずかしいんですけども、自分家ですからしょうがないです。以上、大悟吉野でした。